結論から言うと、今まで乗った電動折りたたみ自転車の中で一番いいです。気に入りました。これが届いた箱から出した状態ですね。もうすでに組み立てが完了されてました。緩衝材もね、必要以上に入っていることがなくって、ゴミが少なくってね、非常に良いと思います。ハンドルを立ててサドルの高さを調整したら、もうすぐに走り出せるという状態で届きました。バッテリー一体型のシートポストになってるんですけど、これね、エアカーボンっていうモデルの時もそうだったんですけど、ちゃんとね、下まで落ちないようにストッパーがついてるんですよね。これはね、すごくいいと思います。前後ともこのテクトロのディスクブレーキがついていて、で折りたたんだ時に使うこのマグネットの受け皿もついています。リアのハブ周りもこんな感じになっていて、スタンドもしっかりしたものがついています。モーターは 250W のバファン製のものが採用されていて、で今回このウルトラの一番の売りだと思うんですけど、自動3段変速が内蔵されています。オートマですね。自分でギアを変更する必要性がなくなっております。金属のチェーンではなくてカーボンベルトドライブが採用されていて、3万キロメンテナンスフリーとか音が静かとかいろいろメリットはあるんですけど、それよりも何も洋服が汚れないっていうのが自分にとっては一番のメリットのような気がします。ママチャリじゃない自転車に乗る人はね、わかると思うんですけど、気づいたらチェーンの黒い油汚れが洋服についてるっていうことがね、よくあるんですよ。でカーボンベルトだと油を使ってないので、そういうことが一切ないので、個人的にはそこが結構嬉しかったりします。フロントサスペンションはロック機構がついておりまして、街乗りだったらロックしたまま走るでいいと思うんですけど、結構デコボコした道を走るときとかはロックを解除して走るっていう使い方もできます。ヘッドライトは点灯するとこんな感じになっておりまして、こっちがリアのテールライトとウインカーですね。リアウインカーは BM とかアウディみたいな高級車みたいな光り方をしております。ここのレバーを1箇所解除すれば折りたたみすることができます。ただそのまま折りたたんでしまうと地面にこうやってスプロケットが当たってしまうので、折りたたむ前にこうやってシートポストを一番下まで下ろしてあげると、シートポストの一番下の部分が地面に直接設置するようになって、タイヤと3箇所でかなり安定して置いておくことができるようになります。電源ボタンを押してから起動するまで7秒か8秒くらいかかります。プラスとマイナスのボタンを同時に長押しするとシステム画面に入ることができます。スピードがキロかマイルか表示変えられたり、オートパワーオフするのかしないのかと、液晶の明るさも変えられたりします。出力の強さを3段階か5段階にするかで、エコモードかスポーツモードか。僕はいつもスポーツモードのブーストギアは5段階に設定しております。プラスボタン長押しするとライトの点灯消灯で、これがウインカーのスイッチですね。物理的なスイッチなので非常に良いと思います。ちなみに電源ボタンを2回押してプラスボタンを1回押すと、メニューに入らなくてもエコモードとスポーツモードが切り替えられるようになっております。こちらが朝6時の京都鴨川沿いでございます。そしてこのエア20ウルトラの何がそんなに気に入ったかっていうと、もうね、自動3段変速、これに尽きると思います。このハンドル周りを見てもらえばわかると思うんですけど、
通常あるギアの変速スイッチがついてないんですね。自動3段変速なので。で時速10キロくらいで1速から2速になって、で時速20キロくらいで2速から3速に自動で切り替わるんですけど、これがね非常にスムーズにギアが変わります。シングルスピードの電動自転車に比べてスピードを出すのがすごい楽ですね。ギアって大事なんだなって本当に思いました。ウェブサイトにもトルクが 24% 向上して中速域の加速性能が向上したって書いてあったんですけど、本当にその通りで、もう漕ぎ始めから、時速24キロの電動アシストがあるところまで一気に行くっていう感じで、シングルスピードのモデルだと走ってて今パワー落ちたなって明らかに感じる速度域とかがあったりしたんですけど、このエア20ウルトラに関してはそういうのが全然なくって、全速度域で快適、そして速い。だからねすごい気に入りました。あとはパワーがあってスピードが出せる分、その代わりバッテリーの減りは少し速いなっていう風に感じました。体感ですけど、どれくらいの距離走れるかな。多分フルパワーでずっと走り続けて50キロ前後くらいは走るんじゃないかなって思いました。僕体重70キロ以上あるんですけど、それくらいの感覚です。ADO の Air20 っていうシリーズには3つのモデルがありまして、無印とプロとウルトラなんですが、違いをまとめるとざっとこんな感じです。ギアがシングルか自動2段変速か自動3段変速か、モーターがバファン製かそうじゃないか、フロントにサスペンションがついてるかついてないか、それで重量に関しては3モデルともそんなに変わらなくて、でこのウルトラを実際に測ってみたら22キロちょいありました。アスファルトの平坦な道だけじゃなくて、こういう砂利道の林道&上り坂みたいな道路も走ってみたんですけど、かなりスムーズというか安定して登ることができましたね。でフルパワーにするとパワーがありすぎて進むのが速すぎて逆にこけそうになって危なかったので、こういう道走るときはちょっとパワーを落としてゆっくり登っていくのがいいんじゃないかなと思います。ロードバイクとかじゃ絶対に行かないような道なんですけど、タイヤが太いっていうこともあるとは思いますけど、結構本当にね安定して一回もこけそうになるみたいなことはなかったです。今まで乗った電動折りたたみ自転車の中で一番良かったモデルなので、これを買って後悔する人はあんまりいないんじゃないかなと思いますので、興味がある人はウェブサイトとか覗きに行ってみてください。ではまた。